やっと来ました。またまたチェイサー。後期で100系でツアラブで純正高速マニア。ちょっと緑っぽくも見える。スーパーシュタルクっていう限定モデルらしいです。はい、よし君こんにちは。こんにちは。本日3月22日、時間は12時40分、気温は11度、ちょっと寒いね。ちょっと寒いです。やっていきましょう。花粉がすごい季節になっちゃって、はい。S2 線が分かりやすいかな。はい。とんでもないことになってますよ。ヒョウ柄ですよ。ああ。違う色になってる。ねえ。そうなので多分ねみんなの車もそうなってると思うんで、はい。花粉がついたら、ね、今日はヨッシーと一緒に全部洗車しますけど洗車しましょうと、はい、っていうのと、どうしてもやっぱ黒系とかってさシミが落ちないじゃん。多分これみんないつも通り洗車するとあれ花粉のシミがついてるみたいな、はい、っていうのがあると思うんですけど、あれお湯で落ちるんだよね。そうですね。ね、はい、ペクチンだっけ？ペクチンっていう成分がちょっと入り込んじゃうんで。そうだよね。はい、そうなんでまあ素人の方がいきなりお湯ぶっかけるのもちょっとどうなのってのありますけれども、はい、だいたい60度ぐらい80度までいっちゃうと高いよね。そのぐらいの方がいいんですけど、あんまり暑すぎるとそうだよね、他に弊害が出るからね、はい、そうっていうので、まあ、落としてあげると花粉のシミも落ちると、はい、もしくは夏まで待って気温が高くなってからっていう感じなんですか？まあそれでも落ちるのは落ちます。そうだよね、はい、っていう感じでございました。まあでもこの時期は本当にまめに洗車をしないとさっき言ったようにシミになるので、はい、でシミを落とすの大変ですから、はい、気をつけましょう。僕らも洗車していきましょうという感じです。ちょっと前置き長くなりましたが、今日紹介させていただくのはやっと来ました。またまたチェイサー。はい、しつこくやっていきます。しつこくやっていきます。はい、このお車はですね、買い取りなんですけれども、はい、これもお客さんから直接買い取ったわけではなくて、はい、業者さんから、いただいた車になります。はい、その業者さんからは今年入って何台だろう、4台ぐらいもらってるのかな。あ、そうなんですね。はい、っていう感じなんですけれども、はい、業者さん同士でもやっぱ不得意なものは得意なところに売るとか、不得意なものは渡すとかっていうのがあって、はい、でうちなんかでも、まあ、うちはねオークションやってるから大体の車さばけちゃうんだけど、はい、例えばそうだな、ね、ベンツ BM アウディぐらいだったら全然問題ないけど、でも例えば R8 とかさスーパーカー的なものの類に入ってくるものとか、例えばアストンマーチンだマセラティだとかって入ってくる場合が仮にあったとすると、はい、そういうのはさすがにうちじゃ売れないし、はい、知識ないしさばけないので、やっぱ知り合いの輸入車屋さんに聞いてどうみたいな感じのやり取りになってくるんですけれども、はい、まあ、この車もそんな感じ。さっき言ったようにどっちかというと販売が得意な会社さんというよりかは、はい、カスタムとかそっちがメインの会社さんなので、販売が得意なうちに売っていただいたという感じになります。 OK ですね。はい、はい、でですね、パッと一周見ていただくと、はい、綺麗なパールホワイトに、はい、画面上はきっと見えるんですが、そうです、パールホワイトじゃないんですよね、これがね、はい、パールホワイトじゃないんですよっていう感じでした。まあ、何の色かっていうのは、後々ちょっとご説明させてもらえればと思います。はい、結構有名な、今回オートサロン2024にも出展されていた、はい、うちの近所のカスタムショップさんがお客さんの車をこう製作したんですね。この車はそういう車なんですよ。はい、あ、そうなんですね。そう、はい、でそれを、お乗り換えでお譲りいただいたという経緯でございます。はい、年式も距離も少なくて、まあ、お値段お手頃なのかちょっと何とも言いづらいですが、でもカスタムの内容を考えればお手頃なんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひチェイサー探している人は見てもらえればと思います。はい、はい、あれ大丈夫ですか？はい、よし、頭回ってますか？回ってます。大丈夫ですね。はい、はい、じゃあやっていきましょう。本日よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあよしが改めましてやっていきましょう。はい、なんかちょっと今日さテンポ遅くない？大丈夫？大丈夫です。まあいいや、やっていこう。はい、はい、今日紹介させてもらうのはこちらのチェイサーです。平成11年式12月登録のチェイサー。はい、はい、グレードはツアラー V。はい、シフトは、純正の5速マニュアル。みんな一番大好きな仕様ですね。はい、後期でチェイサーで100系でツアラー V で純正5速マニュアル。みんな多分欲しがるところだと思います。はい、で、走行距離が11万6000キロかな。はい、で車検はなしという形でございます。でですね、さっき言ったようにカスタムショップさんでカスタムされた車なんですけれども、はい、どこの会社さんかは言っていいって言われてたんで、
ここがさ東京の武蔵村山市っていうところ、僕の地元でもあるんですがの隣町の西多摩郡瑞穂町というところになりますね。で同じその隣のだから武蔵村山市の中にある、MSY ガレージさん聞いたことある？でも知ってます。あ、知ってる？名前は。あ、本当。そう MSY ガレージさんの、が製作された車。正確に言うと MSY ガレージさんにお客さんが依頼をされて、でそれで、作ってもらった車という感じになります。でこの MSI ガレージさんは今年のオートサロン、2024にも、ER34 を何台か出してたのかな、出展されてらっしゃるっていうのがあったりとか、有名なショップさんであったりとか、あとはそこの会社さんで作るですねカスタムカーはですね、得意どころは、マジョーラなんですよ。マジョーラカラー。大体のデモカーとかそのショップさんでカスタムされてる車とかは、大体がマジョーラカラーでカスタムされてるっていうのがあって、じゃあこの車なんですけれども、さっきパールホワイトに見えますよねって話しましたけど、これは実はマジョーラカラーなんですよ。これマジョーラ。マジョーラです。はい。マジョーラってわかる？マジョーラちょっと分かりづらいかな。よく分かってないです。確かにそう言われるとなんて説明したらいいんだろう。ざっくり言うならば、光の当たり方によっていろんな角度で見え方が変わるっていう色になるんですよね。もうちょっと詳しい説明ができる人がいたらコメント欄でいただきたいんですけれども、カスタム車によく使われる色ではあったりとか、結構昔に流行った色っちゃ流行った色なんですけれども、例えばだけど34のスカイライン GTR にも純正でマジョーラカラーあるんですよね。わかります？純正でわかんないよね。ミッドナイトパープル2とかミッドナイトパープル3とか、その辺はマジョーラです。そう、あれマジョーラって合ってるよな。34GTR で間違えてたらちょっと、おおってなっちゃうけど、合ってると思います。でですね、この車もこっち来てもらって、見る角度によってはパールホワイト、白っぽくであったりとか、見る角度によってはピンクにも見えると思うんですよね。ちょっとこの画面だともしかしたらピンクっぽいかもしれない。ピンクっぽいかもしれない。ああ、なるほどなるほど。あとは例えばここ今ちょうど光当たってるこの光にこううまく当たってるところを照らしてもらうと、ちょっと緑っぽくも見える。そうですね。ちょっと今フェンダーら辺がね、ああ今そうだね、カメラでいうとここら辺がね。そうですね。っていう感じですね。でですね、この色の正体はマジョーラカラーのマッキンリーっていう色。マッキンリー。そう。マジョーラのマッキンリーっていう色で、オールペイントされていて、ちゃんと色名がそういう名前になってます。でマッキンリーっていう色は白をベースに緑とピンクが入った色っていう形なので、さっき言ったように、白にも見えるしピンクにも見えるし、光が当たると緑がちょっと見え隠れすると、っていう形のカラーになってます。なるほど。 OK ですね。でこれ昼間だからこんな感じなんですけれども、夕方の夕日が当たったりとか、夜例えば水銀灯の光が当たったりとかすると、全然こう見え方が変わってくるので、結構面白い色じゃないかなと思いますけれども、でもパッと見はちょっと濃いめのピンクがあったパールホワイトっぽくて、そんなに派手派手じゃないっていう感じなので、街乗りでも普通に乗れるんじゃないかなっていうカラーだと思います。で昼間の動画はこれだから、昼間はこんな感じで映ってます。夕方はこんな感じです。今俺こうやってるけど、ここに画像を差し込んでもらうんだけどさ、で夜はこんな感じで映ってますっていう形で、結構いろいろね時間帯によって見え方が変わるんで、いいんじゃないかなと思います。OK ですね。そう、そんな感じでさっき言った MSY ガレージさん、最近はね、そこのショップさん行くとこのマッキンリーのカラーで塗られた車がね結構何台もあるんですよ。あ、そうなんですね。そうっていう感じでございました。 OK ですね。じゃあですね、次は車の内容、今はボディカラーの話ですけれども、じゃあ外装の傷、傷そんなないんだけどね、傷と、カスタム部分をちょっとチェックしていきましょう。色塗ってあるだけじゃなくていろいろついていますので、見ていきましょうか。でまずは、フロントバンパー、エアロですね。エアロはですねベルテックスのエアロがついております。フロント、サイド、リアスポイラーっていう形でサイドついてるという感じでございます。結構ねやっぱ小さい乗りの方人気のエアロじゃないでしょうか。ハーフじゃなくてバンパータイプね、っていう感じでございました。であとは、さっき言ったようにサイドステップあって、ここら辺ちょっと傷割れあるけど、こんぐらいだったらいいんじゃないでしょうかっていう感じです。で、足回りはですね、ワークエモーションの、18インチですね、2ピースのタイプが入ってて、これ多分ねあれよ、まだね買って2年ぐらいしか経ってないかな。でタイヤも2021年製のタイヤでサイズが2254018、
っていう感じですかね。で車庫帳は、アラゴスタのタイプ S の車庫帳、タイプ E だ。タイプ E だからあれか、結構街乗りベースな感じかな、はい、の、車庫帳も入ってて、あとはクスコのアッパーアームがフロント入ってるという感じになってます。ここら辺の足回り、車庫帳アルミタイヤかアームなんかはさっき言ったように2年前ぐらいに入れたのかな。ルーフは色塗り分けで黒になってますね。黒もこれちょっとメタリック入ってるのかな。メタリック入ってるね、はい、っていう感じでございました。でまあよく見るとどこだったっけな、こういう感じかな。これ写真映るかな。クリアの割れがね、はい、ちょこっとあったりとかはするんですが、はい、全体的には大きな傷はなく綺麗な車でございます。はい、後ろに関しては、リアスポは例のごとくスムージングされていて、でマフラーが、これワンオフのマフラーだと思います。はい、入ってます。ちょっと斜めのちょっと2本出しのちゃんと太鼓付き、そんな感じでございます。はい、綺麗でしょ。綺麗です。そうなんですよ。はい、でこのさっき言った MSY ガレージさん、はい、これだからお客さんが多分ね車検で売られたのかな、はい、もしくは乗り換えるとかいろんな理由があったのかちょっと分かんないですけど、どんぐらいだろう、多分ね半年以上前かな、はい、そんぐらいにちょっと売ろうかと思うけど買い取りやるみたいな感じで、はい、話もらったんですよ。でもその時売ってくんなかったんですよ。まだ乗り換え決まってなかったのかな、はい、売ってくんなくて、でもやっぱ物がいいからうちで持っとくわって話をしてたんですよ。はい、でも時がいて何回か行って、はい、まだ売ってくんないですか、あれどうなりましたってやってたらそんな言うなら売るよみたいなそんな感じで、営業力で勝ち取った一台ですね。はい、だからね物はねめちゃめちゃいい内容になってます。はいはい、じゃあ次は中行きましょう。ちょっとエンジンかけちゃいますね。はい、内装はなんといってもこのレカロのセミバケットシートが特徴的ですかね。はい、そうこれはですね、スーパーシュタルクっていう限定モデルらしいです。調べました。一般的にあるそのセミバケットシート SR6 っていうセミバケットシートなんだけれどもレカロの、はい、なんだけどなんか柄的になんかすげえおしゃれでかっこいいなとか思って、絶対これ特別なやつでしょって思って調べたらやっぱり限定のモデルでした。でしかもこのフロントだけじゃなくサイド2脚とも揃えてるっていうところがまたいい感じでございますし、でこの赤と黒のコントラストに合わせて、もものハンドルも赤と黒、パネルに関してもこれ塗っちゃってるんだけれども、これもちょっと赤でね、赤というか、赤だねで、揃えられてるんで結構統一感あってかっこいいんじゃないかなと思います。はい、はい、で、シートもそうだしシートレールもレカロなんで、車検はそのまま問題なしという感じですね。はい、そう中でいじってるのは、一番大きいのがだいたいこんな感じ。あとはブリッツのメーターがついてるのと、はい、RZ700 だからこれはカロッツェリアのラクナビの方になるかなっていう感じですね。はい、バックカメラはこれはついてないかって感じですね。あとはワークスベルのこれがね取り外し可能なのがついてますから、はい、盗難対策にも一応なるかなっていう感じでございますかね。レーダーこれシガーライターさせば確か使えるんだよな、はい、っていう感じでございます。内装ダメージないし、後期型なんでダッシュボードの浮き出てない車なんで、はい、そこら辺も安心じゃないかなと思いますね。はい、であとはですね、100系でよくある買う時ねチェックしてほしいんですけれども、はい、よくねスロットルコンピューターがダメになるって、あんまり普通の人はあんまり分かんないかな。そうです、分かんないです。よくチェックランプがつくわけですよ。要は、はい、ここのメーターのこの右側、はい、今トラクションコントロールオフスノーオフにしてあるけれども、はい、スロットルコンピューターっていうのが壊れると、はい、このランプが点滅して壊れてますよって点滅して、でここのボタン押しても何も効かなくなるんですよ。はいはい、そうで、車買う時注意すべきは2つで、はい、まず1つはさっき言ったようにここの
トラクションコントロールスノーのボタンがはいちゃんと押して動くか、押して反応してくれるかどうか、はい押して反応してくれるかどうかをチェックするのが一つ、はいチェックランプがついてないかちゃんと作動するかっていうのは一つと、はいもう一つは俺この間一件あったんだよな。こうオンにすると、はい警告灯の玉切れないかっていうのを車は基本的に全部こう出すんですね、はいで玉抜かれてるケースもあるんですよ。あ、わざと。そうまあ気づかれないようにっていうか面倒くさいからっていうのもあるのかな、抜かれてるケースとかもあるので、まあ、チェックした方がいいと思います、はい、ただし、例えば、アミューズの ETCS とかだったかな、社外品でコンピューターとか入れてると、はい、あえてその横滑りのこういう機能をもう殺しちゃってる場合もあるので、はい、そういう場合はもう意図的に球も面倒くさいからもう紛らわしいから球も抜いちゃうみたいな、はい、っていうこともやるので、まあ、必ずしもね球抜かれてるのが悪ってわけじゃないんですけれども、はい、もしノーマルチックな車を買おうとして、はい、でかつ正常に全部動いててほしいっていうのであれば、はい、まあ、今言った2つ球抜きされてないか球がちゃんとついてるか、まあ、その上でここがちゃんとつくかつかないかっていうのはチェックしてもらうといいんじゃないかなと思いますね、はい、ダメな場合って大体がこの助手席の奥に入ってるスロットルコンピューターってやつがダメなんですよ、はい、そしたらそれを修理してあげればいいっていう感じになりますね、はい、まあ、修理できればいいんですけど、まあ、当然ながら俺もできないよ。業者さんにお願いするのよ、そういう専門のね、はい、スロットルコンピューター本体がまだ生きてればできる、完全に死んでると、はい、もうそこら辺はできなくなっちゃう、まあ、当然ながら時間もかかると。先に言っちゃうとこの車も実は入庫した時スロットルコンピューターさっき言ったところ壊れてました。あ、そうなんですね。そう、はい、でそれをうちはねやっぱ 100K たくさんやってるじゃないですか、はい、スロコンは5個ぐらいストック持ってるんですよ。ああ、なるほど。そう、はい、だからそれでもともとオーバーホールしてあるものがあるのね、ストックであって、はいはい、入ってきて壊れてたからもうそれ変えて終わりみたいな感じ、はい、2秒ですよ。交換さえできれば問題はないんです、全然ね、全然 OK、はい、じゃあ次はエンジンルーム、はい、エンジンルームはこんな感じです。普通プラスアルファぐらいですか、はい、これはトラストタワーバー、まあ、さっきのこれアラゴスタのね、アラゴスタの車庫帳オレンジなんですよね、はい、まあ、タワーバー入ってエアクリがブリッツかな、HPI だ、はい、HPI のエアクリーナーが入って、はい、ラジエーターはどこだこれ、ラジエーターはちょっとわからないな、ホームページに書いておきます、はい、って感じかな。あ、よし、この間覚えてる2秒で分かる修復歴チェックの話ありましたよね。あ、分かります。何でしたっけ？これは番号、あ、この番号覚えてるね、はい、そう、まあ書いてなさそうですね、はい、はい、あとはタイミングベルトが平成27年、距離ちょっと分かんないな、書いてあって、まあ、ウォーターポンプも綺麗だし、オルタも綺麗だし、まあ、メンテナンスは結構やってたんじゃないかなと思います。この車はそうですね、タイミングベルト、カムカバーパッキン、オイルコントロールバルブ、パワーステポンプ、ここら辺全部 2,3 年のうちに交換してます、はい、でさっき言ったスロットルコンピューターも、オーバーホール済みのやつに交換してありますという感じなので、はい、結構まめにメンテナンスをやってた車じゃないかなと思います。はい、はい、まあ、やっぱりここのねカムカバーパッキン書いてあるんで、はい、オイル漏れとかここ出てないのでいいんじゃないかなと思います。あ、ブローフも入ってるのか。うんだね。なんかすっげえ音するなと思った。バックタービン音が皆さん好きらしいのでっていう感じでございます。はい、OK ですね。はい。風が強いね。最近風がすごい強いよね。じゃあ次トランクルーム、はい、行きましょう。髪の毛がもうバサバサになる。俺だから年明け、はい、あれ俺年明け黒髪にしたんですよみたいな話してたよ。はい、しました。染めてなくてどんどん落ちてこの色ですから。あ、それは染めてるわけではない。落ちてる。はい、まあ綺麗じゃないでしょうか。はい、はい、どっち側でしょう。こっち側。はい。よいしょ。はい。はい。うん、綺麗だね。はい。こっちの裏どうですか。白純正ですか。これは純正じゃないですか。純正だと思いますね。はい。はい。そうですね。これは白は純正だね。
ここも純正ですね。ここも純正ですね。綺麗っぽいですね。はい。じゃあ閉じますよ。はい。綺麗なんですけど、はい。この車修復歴ありです。あ、修復歴ある。はい。しかもリアです。リアに。はい。これね、どうなんだろうな。実はこの車ですね、カスタムされる前は某超大手、中古車買取屋さんからの販売してた会社で売られてた車なんですよ。はい。でそれで中古で買って、はい、でさっき言ったように MSY ガレージさんでカスタムをされて、はい、で、MSY ガレージさんで買い取りをして、はい、でその後うちに回ってきましたと、はい、だからその某大手中古車屋さんで買った時に修復歴ありで買ってるのかなしで買ってるのかっていうのはちょっとわからない。まあそうですね。ただそこで修復歴車をあまり売ってるイメージはないんですよ。言ってる意味わかる？うちは別に修復歴車売るじゃん、はい、どっちにしたってこういう車だからさあってもしょうがないと思うの、はい、そうでもだからそこの会社であんまり修復歴車を売るイメージがないんですよ。だもしかしたらこれ買ってたら憶測ね、修復歴車で買ってるかもしれないと、はい、でもそれぐらい微妙なんですよ。でそれちょっと今から見せるんですけど、はい、ちょっとずらして後ろを上げるからさ、はいはい、ちょっと見やすいようにスロープ乗せて後ろ見てもらうと分かるんだけど、はっきり言って俺もちょっと悩んだけど、はい、でもやっぱり定義にはめると修復歴ありになっちゃうんだよね。はい、はい、見てみますか。はい、修復歴はですね、ここのまあこれはやっぱり修復歴あれだよな、どう見たってな、ちょうどこの裏、はい、見える？はい、ここまではさ、まあトランクフロアがあって、はい、バックパネルがあって、はい、まあまあ純正の白っぽくなってる感じだよね。そうですね。でここからどんどんこっち側行くと、まあ、黒くなってますよね。はい、っていう感じなんですよ。で黒いのは別にいいとして、ここなんですよ。この上、ここ、ほら、はい、分かる？なんか歪んでるでしょ、ガチャ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 。めくれてるみたいな。そう、そうその上のここねっていう感じです。だからこっち側がバックパネルっていう感じで、まあ、バックパネル修正とか歪みぐらいだったらもしかしたら修復液にならないかもしれないんだけれども、はい、白か黒かわからんものはもう黒にしちゃってるっていうところはあります、うちだとね。はい、っていうのでそこなんですよ。まあ、ギリギリセーフギリギリアウトみたいな感じ、はい、ギリギリセーフギリギリアウトだったらうちはアウトを取りたい。いいじゃん、そっちの方が。そうですね。そう、はい、でもギリギリセーフギリギリアウトだったらセーフで売りたい。本来は高く売れるからそっちの方が。本当はそうです。っていうのはありますけれども、まあうちは別にその売りに急いでたりとかそういったところで利益を取りに行ったりとか特にしてないので、はい、っていう感じでした。はい、はい、あとは下回りのサビ、はい、まあせっかく上がってるんで見てもらうと、まあ、比較的少ない、まあ、東京都内で乗られてた車なので、はい、比較的少なく綺麗なんじゃないかなと思います。綺麗ですね、うん、でしょ。はい、はい、という感じでございました。これがまあさっき言った集計機のところね。はい、OK、はい、はい、じゃあ次は、マフラー音のチェックいきましょう。マフラーに関しては、はい、あれこれ確かあれだよな、触媒はノーマルで中間っていうかフロントというかからリアが車外に変えてあって、はい、でね、まあ、さっきマフラーね言ったけどこれ多分ねワンフで作ってるマフラーだと思うんだよな。メーカーちょっと分からなかったのと、はい、あとここのねここにバルブついてるの分かる？これついてます。そう、はい、これで音量の切り替えが可能なので、はい、今ちょっとそこにいてもらって、はい、しかもリモコンなのよ。変わんないね。あ、こっちか。こうか。あ、こうだ。ほら。静かになったでしょ。変わりましたね。っていう感じでした。おー。じゃあマフラー音いきますよ。これがだから空いてる状態でアイドリング
でこれ閉まった状態、はい。開いた状態。これ閉まった状態。閉まった状態だと静かだよね。はい。こんな感じです。はい。でこれリモコンで開けるとという感じなんですよ。アペックスのね、よくこう引っ張るタイプのやつはあるんですけれども、これリモコンだからさ、めっちゃ簡単だからさ、まあいいよね。いいですね。まあとはいえ開いてる時も、まあやっぱちゃんと太鼓がついてるんで、そんなにうるさくないから、はい。全然いいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ一旦こんなところかな。はい。はい、じゃあよし君、まとめに入りましょう。はい。改めまして今日紹介させてもらったのは JZX100K チェイサーのツアラー V ですね。はい。シフトは純正マニュアル、ツアラー V なんでターボエンジンですね。はい。で年式が平成11年、西暦で言うならば1999年の、12月登録の車、走行距離は11万6000キロ、はい、修復歴はさっき説明したね、右後ろ側の、まあ、リアフロアまでちょっと入ってるから、修復歴ありにしておきましょう。はい、で、まあ、見ていただいた通り、まあ、エアロアルミンマフラー入ってるのと、あとは何といってもこのカラー、はい、マッキンリーっていうマジョーラのカラーであったりとか、まあ、内装も限定のレカロが入ってたりとか、結構手が加えられてる車じゃないかなと思いますけれども、まあ、どっちかっていうとそのドリフトとかサーキットとかっていうよりかはやっぱりまあ今風のそのカスタムを楽しんでドレスアップを楽しんで、まあ、そういう車じゃないかなと思いますし、はい、まあ、聞いただけの話ですと前のお客さん別に特にドリフト走行とか競技とかでは使ってなかったらしいので、はい、まあ、答えとしてもまあ物はいいんじゃないかなと思います。であとは、タイミングベルト、オイルコントロールバルブ、パワーステポンプ、エンジンヘッドカバーパッキン、ここら辺は、メンテナンス交換済み、スロットルコンピューターも大丈夫という形の車。記録簿もあるね。平成14年、16年、18年、25年、ちょっと飛ぶね。29年、31年、令和3年記録簿あります。はい、取説保証書もありますと。はい、社外品の説明書もいっぱいあるという形でございます。じゃあそんな感じでよし君、はい、質問コーナーどうぞ。値段を知りたいです。ホームページ見ればもう載ってます。そう、ホームページ載ってます。見てください。まあとはいえ。まあ、一応今現状売ってる値段がね、385万円かな。高いか安いかはちょっと分かんないけれども、まあカスタムの内容を考えれば、はい、でしかも個体もいいし程度もいいし状態もいいしなのでいいんじゃないかなと思います。修復歴があって385万円ですね。そう、まあ、言い方変でそうなりますね。はい。ということは修復歴がなかった場合大体どのくらいになるもんですかこれ。でもねそんな多分変わんないと思う。変わんないんですか。まあ多少はね修復歴なしの方が値段上がると思うんですよ。はい、でも多分これ仮に俺修復歴がなかったとしても、はい、まあ400万ぐらいじゃないかな。なんか50万100万変わるとかっていう感じではないです。20万とかその辺ぐらい。そんぐらいじゃないかなっていう感じ。はい、で、逆に言うと、まあ、400万ぐらいの車かなと思いながら、はい、まあ後ろにちょっと修復歴あるから、まあ、10万15万下げとこうかみたいな、そんなイメージじゃないでしょうか。軸として、はい、でこれの車はさっき言ったようにリアのちょっとしたものなので、はい、まあそんなに減点取ってないです。はい、これが逆に言うとさっきねヨッシーも見たけどさ、じゃあフロント当たってました、はい、ここら辺まで入ってました、はい、コアサポートはあれですけどインパネ修正とかサイドメンバーが歪み出て歪んでたりとか、はい、まあ、そういう車になってきたら多分50万とか度合いによっては100万とか全然変わると思います。あくまで軽いレベルの修復歴だから。そう修復歴車の程度とは同じように年式距離だけじゃもう測れないじゃん、はい、どういうストーリーがあったかで車の個体ってやっぱこの年代になると決まるからさ、はい、でその上で修復歴に関してもどのような修復歴かで車の程度って変わると思ってるので、はい、今回に関しては修復歴ありだけどそんなに限定してないです。だから言い方から言うと修復歴あり車の割にはもしかしたら高いかもしれない、分かんないんだよね。そこを踏まえて買っていただく前提のお話になりますけれども、はい、俺は全然、まあ、こんぐらいの修復歴はまた気にしない方なので、はい、全然いいんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じでもうちょっと3月ごめんなさい、めちゃめちゃ忙しくて買い取りも実はもう今予約3件ぐらい入ってるんですよ。
福島も行かなきゃいけないし、あ石川県だったかな、どこだったっけな、あっちも行かなきゃいけないし、山梨にも行かなきゃいけないし、ちょっとお待たせしている状態のお客様も多くですね、買っていただいたお客さんもちょっと全然工場も回ってなくてですね、はい、ちょっと納期が今ちょっと伸びちゃってます、はい、だからこれもアップはするものの1ヶ月ぐらい待ってもらっても全然いいです。問い合わせまで、はい、それぐらいバタバタしちゃってるんですが、頑張っていきましょうね。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。